さんこんにちは。今日も幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。10月に入っても暑かったですよね。でも少し涼しくなってきましたので、今日は根菜のスープです。筑前煮とほぼ同じ材料を使うんですけれども、スープで食べると2ついい点があります。まず1つ目、どうしても筑前煮として炊いておかずとしていただくときにはあまり薄味すぎると物足りない感じがしますよね。甘みも塩分も少ししっかりついているのが美味しく感じるように思います。でもスープとしていただくときはほんの少しの甘みと塩分で根菜の美味しさを引き出すことができると思います。2つ目なんですけれども、スープは食事の最初に食べていただくことが多いですよね。というか最初に食べていただきたいんですけれども、そうするとその後のおかずやご飯が少々糖質が多くても根菜に含まれている食物繊維が最初に体の中に入って血糖値を上げにくくしてくれます。ぜひ根菜のスープ作っていただきたいと思います。一昨日はこんな仕事もしてきました。大阪心斎橋にあるハンバーグで有名なスタイリッシュグリル2さんが毎日放送のせやねんに紹介されて、そこでゲストの方に食べていただくハンバーグを焼いてきました。詳しいお店の情報は概要欄を見てくださいね。では根菜のスープの材料表です。一番最初に水 500cc に昆布と椎茸をつけておきます。30分以上、一晩でもいいですよ。椎茸がふっくらするまでつけておいてください。今日の椎茸も窓際で干した椎茸を使っています。鶏肉は食べやすく切って塩小さじ5分の1、酒少々を振りかけます。糸こんにゃくは茹でこぼすと独特の臭みが和らぎますよ。野菜を切っていきます。椎茸は硬い軸を取って四つ割りにします。人参は半分に切って5ミリ厚さに、太いものは四つ割りにしてから切ってくださいね。レンコンは火が通りやすくするために薄切りの乱切りです。私は皮を剥かずに使います。この後切るごぼうもそうなんですけれども、切った後水にさらしません。レンコンやごぼうがすごく黒くなるのはポリフェノールのせいです。アクが多い野菜は抗酸化作用が多いんです。水に流してしまうのはもったいない気がします。いやいや、でも色が悪いのはちょっとという方は水につける時間は5分以内にしてくださいね。ごぼうは回しながら乱切りにしていきます。さあ、スープを作っていきましょう。お鍋に昆布とだしの3分の1くらいを入れます。そして切った野菜を入れていきましょう。糸こんにゃくも加えて、みりん大さじ1を全体に回し入れます。体を温めてくれる生姜の千切りも加えます。一番上に下味をつけた鶏肉を乗せていきましょう。鶏肉は必ず一番上に乗せてくださいね。その理由も煮ている途中に分かりやすく説明していきたいと思います。蓋をして中火より少し弱い火で煮ていきましょう。5、6分すると煮立ってくるのですが、一番上にある鶏肉は鍋の中の蒸気でゆっくりと火が通ります。肉は強火で一気に焼くと美味しいと思っておられる方がおられますが、60度前後でタンパク質は固まってきます。その温度になるまでの時間をゆっくりと火を通してやると、繊維が縮みにくく肉が柔らかく仕上がっていくんですね。蒸気が上がってから15分から20分ほどすると根菜も柔らかくなってきます。さあ、仕上げていきましょう。
残りのスープを加えて煮立て、昆布を取り出します。今日は使いませんが、この昆布刻んで戻し入れて食べてもいいんですよ。あと塩と醤油を加えれば出来上がりです。いつものように塩小さじ5分の1、醤油小さじ2分の1ぐらいですかね。私はいつも2人分としてスープを作っています。野菜がたっぷり入っているように思いますが、1人前食べても1日の野菜の量の半分くらいです。私たちは気を抜くとすぐ野菜不足になってしまいますよね。ぜひ具沢山のスープで野菜をたっぷりとっていただきたいと思います。仕上げに薬味ネギを散らすと香りもよく、鶏肉はふわっと柔らかく、根菜と椎茸から本当にいいお出汁が出ている根菜のスープの出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございました。作り方は下の概要欄にも載せております。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。